ヒロ希望。はい、皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。はい、いつも、ひろきごご視聴いただき、ありがとうございます。普段、ちょっとお礼言う機会なくて、なかなか直接言ったことがなかったなと思ったので、はい、改めて、いつもご視聴ありがとうございます。ちょっとあんま面白くなくて、最近、視聴伸びてないんですけども、まあでも続けていこうかなと、裏地見ると、はい、思いますので、よろしくお願いします。で、今日は、最近ショッキングなことがありました。先週、モスクワに行ったんですけども、日本のデジタル系、日本のデジタルテクノロジー系がめっちゃ遅れてる。多分、まあ、気づいてる人は気づいてると思うんですけども、それをめっちゃ感じた出来事があったんですよ。まあ、ちょっとそれについて話そうかなと思います。はい。先週モスクワにちょっと仕事と、また仕様とで行ったんですけども、大使館、日本大使館の領事部にちょっと行ってきました。娘のパスポートを来年日本にちょっと一瞬一時帰国しようかなっていうのと、で、その娘のパスポート切れてたんで、更新と、あと自分の、警察証明書、犯罪証明書、まあ、私が過去に犯罪をしていないっていう証明書がちょっと必要で、そういうのあるんですけども、多分海外出てる人なら、まあ、聞いたことあって多分知ってると思うんですけども、じゃあそれの取得を兼ねて、日本大使館、在ロシア日本大使館の領事部に行ってきました。で、そこでちょっとショッキングなことが起きたっていう動画です。で、そのショッキングなことは、まあ、いいショッキング。まずいいショッキングにしましょうか。娘の、パスポート更新だったんですけども、申請書を出して、古いパスポート出して、まあ3日ぐらいかかるのかなと思って聞いたら、40分から1時間でできますって言われて、で、まあそれにショック受けて、そんなに早くパスポートできるんだ、みたいな。すごいな、それはさすが日本。と思ったんですけども。で、まあ娘のパスポートは40分ぐらい本当できて、新しい、はい、パスポートすぐできて、すごいなと思ったんですけど。で、じゃあまあ、次、私の番で、犯罪証明書、警察証明書、ちょっと作りたいんですけども、って話したら、わかりましたって職員の人に言われて、今日指紋取りますんで、って言われて、じゃあお願いしますって言って、申請書を記入して、で、担当のロシア人の女性、日本語ペラペラのすごいロシア人の女性出てきて、そしたら、このぐらいのインクハンコとか押すインクと、あと、指紋を取る紙を出してきて、で、はい、じゃあちょっと練習します、みたいな。で、インクに指つけて真っ黒な。で、ペタペタ全部の指取ったんですけども、それにショックを受けました。で、なぜならば、ロシアは私も長いんですけども、ロシアに住んでいる外国人、ロシアに入ってきている外国人は入国してから、今入国してから1週間以内ぐらいに、ID カードじゃないですけども、そう指紋とか取るんですよ。指紋とか顔写真とか取って、でカードもらえるんですけども、それやったことあるんですけども、ロシアの場合は機械っていうんですか、指紋を認証機みたいのがあって、でパソコンあって、で担当の人が、親指ここからこう回してくださいってつけて、でピッて出て、でこのままやってピッて出て、ピッ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 で、ほんと5分もかかってないかな。本当にデジタル化、ロシアの方が進んでるなって、もうそれにショックを受けました。日本は未だにそのインク出してきて、もう手真っ黒にしてめっちゃ時間かかって、ちょっとこれずれてるんでもう一回やり直しでみたいな。で最後は手真っ黒で、そこにトイレあるんで手洗って来てくださいみたいな。日本って外国人から思われてる日本のイメージってめっちゃ先進国で超デジタル系が進んでて、
世界最先端って思われてるんですけども、なぜなら、例えば、外国で、外国に住んでて、外国人と知り合って、お前何人だって聞かれることよくあるんですけども、そこで、日本人ですって言うと、デジタルが進んでる世界最強の国だよね、すごいよね、こんなのもあるの、こんなのもあるのみたいなこと聞かれるんですけども、めっちゃ遅れてるっていう。はい。多分外国人日本に行ったら、建物とかは確かに、近代的な高層ビルが建ってて、見た感じは進んでますけども、進んでない部分も多分めっちゃあって、中の方には。で、ロシアは遅れてるっていう多分イメージ日本人の人あると思うんですけども、全然進んでて、日本より。支払いだったり、銀行送金とかめっちゃすごいですよ。すごいって当たり前？普通に、例えば日本でいうみずほ銀行みたいなのがあって、ロシアにズベルバンクってあるんですけど、私っていうかみんなほぼ半数の人はそれ使ってるんですけども、そこのアプリ入って、例えば違う銀行、みずほ銀行から例えば三菱 UFJ 銀行とかに送るってなると、誰々に口座番号で第二暗証番号を打って確認でみたいな来るじゃないですか。メールまで来て。で、送金しました。で、夕方だったら明日着きますみたいな。普通大体そんなやつじゃないですか。ペイペイみたいな。ペイペイってのかなわかんないですけども。多分そういうのはすぐだと思うんですけども。みんな使ってるわけじゃなくて、普通の銀行のアプリ。多分でやるとそうなるじゃないですか。日本の場合。でもロシアの場合は、銀行のアプリあるんですけど、例えばズベルバンクっていう、日本でいう例えばみずほ銀行だとします。そこ入って、で、誰かに送りたい場合は、口座番号も打ってるんですけど、電話番号と口座番号みんな繋がってるんで大体。電話番号パパパって入れて、いくらって入れて、ポチって送金って押すと、もうすぐ、瞬時に送れるっていう。で、違う銀行でも全然送れます。例えば、ズベルバンク銀行間じゃなくて、違う銀行あるんですけど、例えばアルファバンクとかティンコフバンクとか、プリモリエバンクとかいろいろあるんですけども、地方の銀行とかも全然あるんですけども、それをポチッと押して、送金ですぐ送れます。で、今手数料もかからない。全然。はい。限度あるんですけども、そういうところも遅れてるし、光熱費とか、日本って今どうなってもう何十年も住んでないんでわかんないですけど、多分、紙が来て、紙で払ってる人もいたり、銀行引き落としとかもあるのかな。ロシアの場合はもうアプリ一つ、国の政府のアプリがあって、病院予約、光熱費の支払い、パスポートの申請、もういろいろあるんですけども、車で違反した罰金の支払いとかも、もうそのアプリ一つピッピッピッと押して、罰金来てますよとかも全部通知も来てるし、で、今月いくらの光熱費ですよ、電気代ですよ、水道費ですよっていうのもそれもピッピッピッって押して払えるっていう。すごいデジタル化が外国は多分進んでて、中国とかもすごいって言われてますよね、多分、確か。で、日本めっちゃ遅れてるっていう、はい。その指紋取るやつでもうめっちゃ感じましたね。やばいなって。はい。遅れてる部分もロシアも、どこかあると思うんですけども、はい。このままだと日本やばいっていう。はい。世界の人からデジタル先進国、多分、テクノロジーとかめっちゃ進んでる、超世界一すごい国って思われてた？はい。のも多分もう思われなくなるんじゃないかなっていう。はい。電化製品屋行ってももう、ソニーとか東芝とかも端っこの方で、はい。ポツンと置いてある感じなんで、ちょっとやばそうな感じですよね。はい。っていう、はい。じゃあもうちょっと仕事に、車温めてる間にちょこっと話したんですけども、そんなことがありましたっていう、はい。皆さんどう思いますか？別に日本をディスってるわけじゃなくて、ショックで、日本、世界最高な国だって多分日本に住んでる人は思ってると思うんですけども、実際に海外に行くと、そんなこともないって思う瞬間が多々あるっていう。はい。
なので、そうですね。はい。まあだからどうだっていう話じゃないんですけども、遅れてるよっていう話ですね。結構遅れてるよっていう。はい。皆さんが思ってるより遅れてるっていう。どんどん日本はデジタル化が遅れてるという回でした。はい。チャンネル登録といいねお願いします。ちょっと日本ディスったんで登録解除はやめてください。なんでまあちょっとロシアで生活しててショッキングだったことなどもちょっとずつ話していこうかなと思います。以上かな。ということで、じゃあ皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ではまた。チャンネル登録お願いします。